皆さんこんにちは。私たちはイミグレーションミュージアム東京というグループです。これからワークショップを6日間にわたってやっていきます。よろしくお願いします。今回IMM と一緒にワークショップをやってくれるリー・ムユンさんです。リー・ムユンと申します。ルーツは、中国の上海です。このテーマを発表します。当たり前を作り変えようとのことです。当たり前を見直して自分たちで作り変えるっていうワークショップをやります。中学生っていう年齢でもうこうしたら好かれるとか、こうしたら嫌われるとか、どういう人が浮くとか、いろんなプレッシャーを感じるような年齢だと思うんですけど、もっと自由に生きてほしい、実は全部どうでもいいんだよって、今回のこのワークショップで自分になれる、自分としていていいような空間と時間を与えたいと思ったんです。たくさん現代アートの作品を見てもらったと思うんですけど、現代アートのその何これとか当たり前じゃないっていう違う方法で世界を見るっていうやり方が今回の入り口になります。で、今回はアート物質にあるここのあるものを使って部屋そのものをインスタレーションに作り変えて学校内で展示してもらうっていうことをやってほしいです。じゃあまた矢島先生なんですけど、インスタレーション空間を使って、物事を表現するのがインスタレーションなんじゃないかなと思います。学校のエントランスで、ここで私たちが作り変えたこの美術教室のインスタレーションを展示します。で、今日はちょっとこれを組むことはどういうことなのかを練習でやってみようっていうことです。この椅子をこうやって置いたり、でまたこの椅子をこうやって置いたり、これでもうちょっとインスタレーションになっちゃったんですね。こういうことをしてもいいんだよってみんなにもちょっとやってもらいたいなと思うので、この椅子は座るものっていうのを一回忘れてほしいです。今私はこの椅子にこの部屋にどういてほしいかって、それだけを考えてこの椅子を置いてください。次のステップに入ります。これから1個他のものを選んで1個自分の椅子と組み合わさってください。これ何を置いたのか、どうしてたのかって。適当？適当最高ですよ。全然最高です。あとホコリとホコリがくっついてる感じもめちゃくちゃ綺麗です。本当に綺麗だと思ってますよ。なんかモフモフしてて。私がやったデモンストレーション真似するだけじゃなかったので、なんか面白いことたくさんしてましたよね。何か貼ったり、なんか素材を細かく切ったり、なんかタワーにしたり、本当にすごい驚いたし、本当にめちゃくちゃにしていいんだって、それをちゃんと分かったような気がして、分かってくれたような気がして、それが一番大事だなって思いました。もうこの調子で最後のでっかいものを作っていきましょう。みんなお疲れ様でした。ありがとうございました。今回は外の世界から抜け出して私たちだけの自分の時間に戻ってほしいですね。今日は見るんじゃなくてこの感じる時間を作りたい。なんで暗室にしたいかっていうと、やっぱりみんなすごい慣れている部屋なんですけど、視界が奪われるとこの部屋はどういうふうに感じるのか、どういう声するのか、どういう匂いするのか、それも敏感になっていくし、
でその部屋にいる間は自分と対話する時間、自分の声を聞く時間で、そしてこの部屋を改めて感じる時間で、それをただ体験してほしいです。じゃあみんな暗くなりますよ。じゃあこれからはちょっと今回の感想を残してほしいなと思います。インスタレーションで一人一人作品あるいはなんか自分の痕跡を残すっていう話をしたと思うんですね。自分の作品か痕跡を残すことを考えながらちょっと今回の感想を作る形でしてもらいたいなと思います。で絵を描いてもいいし粘土で作ってもいいしどんな素材でもいいと思ってます。50分の暗闇を経てこんなものが作りました。で今日この自分と向き合っている時間を経て感想を作って、この記憶があった私たちで一緒に、インスタレーションを作っていきましょう。じゃあ今日はこれで終了します。みんなで一緒に実際展示する予定のその八角形のエントランスに降りてみました。事前に私たちが2つのテーブルと椅子5つぐらいを置いてて、実際そこに置いたらどういうサイズ感なのかどんな感じなのかっていうのを一緒に見に行くことにしました。それぞれのグループに代表者出してもらってちょっとじゃんけんしてもらって自分の担当するスペースで決めてもらいました。3日目はそういうイメージをつかめる日、物質にどんなものがあるのか、どう使いたいのかで、そのものどんなものがあるのを把握してもらうのが大事だなって思って、一緒に使うものリストを作ろうっていうことにしました。でプランニングをしている間もそれぞれのグループが自然とテーマが見つけたりしました。例えば A グループがなんか破壊だっていうことで盛り上がってて、で B グループはなんかタイムスリップっていう案が出たりで、他のグループもそれぞれ考えがあってちょっと行き詰まったり進んだりしてました。今日はもうがっつりとプランニングをする日と手を動かす日になってます。守り神の背中見れるの。大きいのもあればちっちゃいのもある。あ、やってくれたじゃん。ベリケンがお願い。いいんじゃない？やっぱり先生の寛大さに感謝します。この像とか使っていいですかって、塗ってもいいですかって聞いたら全然いいよってなって、鏡をちょっと塗ってもいいですかってもいいようになって、やっぱり本当に生徒たちが自由にやりたいことを全部許してくれる感じがすごい嬉しいなと思いました。クラゲっていう場所からすごい綺麗。可愛いでしょ。可愛い。そろそろ時間なんですけど、じゃあ日曜日楽しみましょう。楽しむってことです。楽しむのが一番大事。喜ばしいカオスになるんじゃないかなと思って、具体的にどうなるのかはそんなに予想はあんまりできないんですけど、でもどうなってもきっと素晴らしいと思います。じゃあ頑張るぞ。日曜日になるんですけど、メインワークデーって私たちが言ってて、週末の時間を使ってくれてみんなが集まって1日をかけてちゃんとやろうっていうスケジュールになりました。
こ倒れるんだね。ここまで行く？大きいな、重いなっていうものは無理せずに、エレベーター使っても構いませんので、どんどん行けるようにしていてください。まあこれかひっくり返してそっちか。これでいい？これを上に横にしたい。本当ですか？もう動き出せる人はもう動き出しちゃっていいと思います。まあそんな感じです。そんな感じです。みんなそろそろ終わりますよ。はい、では皆さんお疲れ様でした。みーちゃんありがとう。本当よくできたと思いますね。本当に、それぞれがねいい作品になったと思いますので、本当にいい思い出があったんではないかなって思います。とてもいいものになったんじゃないかなって思います。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。みんなの想像力本当に感動しています。なんかいろいろ言われるかもしれないんですけど、何を言われてもどうでもいいっていう態度でぜひいてほしいです。私たちはこの当たり前を崩したっていうか、私たちが思う通りに作り変えた、それでもういいんです。その作り変えたものがもうその学校のエントランスに堂々と存在しちゃってるから、もう誰もそれを揺さぶられないし変えられません。それで堂々と胸を張っていきましょう。無事終えて嬉しいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
日はもう振り返りの日で、もう楽にみんなで一緒に軽く話し合いしたいなって思ってます。全体的に言うと、まず B チームがその正面勝ち取ったっていうこともあったし、その真ん中のその全体感を一体感を出してくれて、そのちゃんと正面を作ってくれたのがめちゃくちゃ素晴らしくて。タイムスリープっていうコンセプトで、昔のヨーロッパのルネサンスとかと現代までで作りました。この時計がお互いちょっとリンクしてるみたいな。でこの空間にも一体感を作り出してくれて、なんかインスタレーションっていうものはその空間を重視して空間と一緒に見るみたいな作品でもあるから、こういうこだわりがとても素晴らしいなと思ったので、すごい感心しました。みんながずっと破壊してるのを見てすごい楽しかった。この矢島先生のあれを破壊するのって誰が言い出したんでしたっけ？はい。なんかこう原型が分かるようにちょっとくしゃくしゃにして、ちょっと地味だったんでちょっとキラキラシールとか貼って、私たち生徒はやっぱり学校が嫌いで、学校のルールを破りたいっていう思いは多分一緒だと思うので、学校美術室のもので美術室とかそういう学校というルールを破りたいなっていう思いで作りました。矢島先生は破壊されてどういう気持ちですか？破壊される、自分の作品がプラスアルファ破壊っていうね、方向の要素が入ってきたことによってよりかっこよくなってるのが良かったなと思います。じゃあよかったです。すごい理解のある先生ということで。 B グループのテーマは海だったので、スズランテープで透明感を出して海特有の綺麗な感じを出せたらなって思いました。全体的にすごい海っていうか風のような軽やかさがすごい出してて、めちゃくちゃいいなと思いました。あとこの小さいものと大きいもののその融合、こんな感じで大きい椅子とか全体的に使われてる中で、さらに小さい椅子とか机とかを使ってそのなんかバランスとかっていうのを表現するとやっぱ面白いんじゃないかなって思って使ってみました。いろんなみんなのものが置いてて、そういう浄土とかここにあるべきないものが置いてるのがすごいいいなって思いました。その虫ってなんていう名前でしたっけ？ヒル。そのヒルがめちゃくちゃいい感じになってて、最初はここを血を垂らすっていうやり方だったんだけど、いつの間にか消えてヒルを作り始めてて、それがめっちゃいいなって思います。もう今また見返すと、このガラスの後ろに裏にある構造が見えたりしてて、めちゃくちゃいいなって改めて思ってる。顔にインクをまき散らしたり、化粧させてみたり、普通デッサン用とかって堅苦しい感じがあると思うんですけど、ちょっとこう弾けた感じにイメージを破壊してみました。みんなにやりたい放題されるだけで、それもすごい精神を感じていいなって思いました。いろんな方とね、いろんなお話がすることってすごく大切なことです。そのお話しすることを、通して、とても良い作品ができたので、こういった作品をね作ることって本当に今後なかなかないかなと思いますけれども、皆さんたちはそういうふうに世界を変えられる力を持っているので、アートの力を使って世界をちょっとずつ変えていきながら自分が楽しい、世の中になってほしいなと思います。表現する力っていうのを今回すごくみんなが感じて、世界を壊したりとか世界を作り直したりとかする力っていうのは大きいことじゃないけどちっちゃいことからでも個人個人のレベルからでもできたりとかするのかなというところで魔法を手に入れたんじゃないかなって思ってます。なんかあんまり後輩たちと喋ったことなかったんですけど、これをきっかけに結構喋れるようになってすごい良かったなって思ってます。そんなすごい変わったとは思わないんですけど、多分みんなはみんなのままでもどんどん仲良くもなっていたし、誰でも世界を変えなきゃいけないっていうのは決してないんですけど、ただ何かしたいっていう時は私も実はできるんじゃないくらいの考え方を持ってたらいいなって思ってる。この生きている中のいわゆる普通を破る勇気がもっと出るんじゃないかなと思うし、自分が自由になるっていうことをもっと許せる人になれるんじゃないかって思います。